実は PVP で勝ち続けるトッププレイヤーたちが隠している超極秘のロジックを公開します。今回取り上げる重要なポイントはこちら。研究員と後期研究所です。勝てない罠から抜け出し勝つための超極秘ロジックをお伝えします。安心してください。今から話すのはボタン一つで勝てるような怪しい裏技ではありません。根本的なロジックそのものです。なので純粋に戦闘の勝率を劇的に向上することが可能です。多くのプレイヤーは影響力という数字を追い求めすぎて影響力イコール強いと思っているようですが、残念ながら 100% 勘違いしてます。正確には運営に勘違いさせられています。理由は簡単。作成と引率のロジックを混同しているからです。実は真実の戦力と見せかけの戦力の戦力数値が2つ存在します。というか運営がわざと2つ設置したんです。まずは強くなるために戦力数値が2つ存在すること、これを理解しましょう。理解した瞬間からあなたの戦闘パーティーは各運営を圧倒する最強の戦闘パーティーへと進化すること間違いなし。今回の本題のロジックは研究員と後期研究所のロジックです。勝敗を決める重要な要素です。それでは本題の1番基本、兵士レベルの種類です。兵士レベルは2つの強化軸があります。1つ目は純粋に兵士のレベルを上げること。2つ目は兵士の後期レベルを上げることです。この2種類のレベル、兵士のレベルと後期レベルの簡単なイメージなんだけど、軍隊で例えるなら1つ目の兵士のレベルは1等兵や2等兵の兵から将校などのレベルアップ、つまりランクのことを指します。2つ目の後期レベルは研究ではないんだけれど種族の兵舎を建設してレベルを上げる後期レベルです。後期レベルは準将、少将、中将、大将という階級、つまりクラスのことを指します。あれ建設だとって思われた人がいるかもしれませんが、弊社での純粋な兵士レベルを上げることは後期レベルのマックスを目指すことと同じことです。だから当然すること、当たり前のことなので兵士に関してはセットで考えましょう。ちなみに建物についての動画は過去に投稿しています。重要な10の建物で確認してね。本編に戻ります。つまり兵士のレベルと兵士の後期レベルのイメージはランクとクラスの関係性で相互のレベル上限を引き上げることが重要ってことなんです。そうなんです。相互に高めることで初めて兵士は本来の戦闘力を発揮します。一定の強さになったから一時的にストップではないのです。レベルはマックスになって初めてストップです。あれ日本語変じゃないよね。大丈夫だよね。はい次、そして本題の2つ目、兵士の引率人数です。この引率人数は英雄1人に兵士をセットできる数字です。簡単に言うと英雄や兵士をどれだけ強く育てても戦場に送り出せる人数が少なければ期待できる総ダメージは頭打ちになります。だから研究員と後期研究所の研究で物理的な引率人数を増加させることが重要なんです。例外の方法もあるんだけど今回は割愛します。はい、ここまでの内容で兵士の基礎は完成します。でもね、本当の意味での格上に勝つためにはこれだけでは不十分なんです。ここで忘れがちなのが装備している武器の強化です。研究員と後期研究員の中に武器の攻撃力と武器の HP を上昇させる研究があります。意外とこれを忘れてたり後回しにしてるプレイヤーは多いんじゃないかな。戦闘データで確認すると後回しにしてる人が大半だったりします。だから私が立つことが多いんだけどね。それにこの秘密が分かったとしても私の最弱は変わらないからね。むしろ優しくて強い人が一人でも多くなった方が私も嬉しいからね。それでは今から具体的にどの研究に取り掛かればいいのか今から教えます。研究員と後期研究所の取り掛かる研究には大きく3つのカテゴリーに分けられます。1グループ基礎ステータス、これはパーティーの土台になるから全部カンストマックスを目指してね。基礎ステータスの一例としてはこちら、新人の研究、戦闘特化の英雄の力、兵士の魂や下級の研究の軍備戦利にある英雄攻撃力 HP
兵士攻撃力 HP 増加などが挙げられます。そして軍備戦備にある種族の兵進化による兵士のランクアップ。他の研究にもたくさんあるから簡単に言うと、全種族の英雄と全種族の兵士のレベルを上げることと攻撃力と HP を上げることで基礎スペックの底上げをするイメージですね。はい、次2グループ、物理的な戦力。実はここが勝敗を分ける項目です。すべての研究に存在している最大兵士数、兵士の引率数増加を最優先で完了させてください。これがすごく重要です。はい、次3グループ、外部要因の研究。外部要因っていうのは研究員と後期研究所にある装備する武器の強化と秘宝の攻撃力と HP 増加の研究です。意外と後回しにする人が多いけど確実に取り組んでいきましょう。ちなみに補足としてトッププレイヤー層の領域について特級の研究なんだけど強くなる必須の項目が含まれてます。ただこれらを完全に開放しているのは現状各サーバーにいるトッププレイヤー層の 10% 未満です。なので基礎を固めるところから取り組んでいきましょう。あと運営の罠であり落とし穴の英雄のレベルが高くても負ける理由の一つ、英雄のレベルが高い方が強いという解釈についてですが、システムや数字や数値で考えると単純に強くなりますが、でも実はこれが落とし穴で、簡単に言うなら強さの条件を詰め込める器の大きさ、お城の大きさって言った方がイメージしやすいかな。貯蔵が大きくなると中にたくさんの英雄や兵士の強さをストックできるようになります。つまり戦力の数値に直接影響するってことです。例えば自分の戦闘力が1000で対戦相手の戦闘力が999、たった1の差だけど優劣が決まります。例題としてコントロール可能な他の要素とコントロール不可能な要素があります。その要素によっても優劣は変わりますが、今回は関係がないので割愛します。今言えることは重要な条件、重要な数字、重要な数値データを増やさないとってことですね。これが英雄のレベルが高くても負ける理由の一つで、影響力の数値の落とし穴の原因の一つですね。決して弱いわけではないんですが、運営が用意した勘違いさせるシステムの代表格なんだと今この瞬間から認識しましょう。英雄のレベル上限は器の大きさだから、負けてしまうのは先ほどお伝えした3グループの強さの条件や数字と数値をストックできていないだけ。ちなみに私は兵士1人増やすと240から290の戦力数値が増加します。ある条件により戦力差はありますが、兵士1人に対しての戦力数値は変化します。人によっては兵士1人の戦力が私より少ない人も当然多い人もいると思います。これについては今回の動画には関係がないのでって割愛しまくりだが、どうしようかな。別の動画しようかな。授業あるのかな。じゃあこうしよう。いいねが100、それかハイプが100を超えたら、もしくはコメントが50を超えたらにしようか。はい、本編に戻りまして、そう、器を大きくして強さの条件を詰め込めるだけ詰め込んだら、格上を圧倒する最強の戦闘パーティーへと進化します。研究員と後期研究所の兵士の2種類のレベル、引率人数、武器の強化、この3点セットが揃った時、初めて見せかけの戦力が真の戦闘力へと完成します。研究の項目を見れば分かる通り、これらは相乗効果として直接の強さに影響するから、3つが揃って初めて数字以上の圧倒的な強さが手に入るんです。この3つのピースはどれか1つでも欠ければ見せかけの戦力に逆戻りしますからね。あなたの研究を今この3点セットを網羅できてる？元初代国王のナナでした。バイバイ。